はい、こんにちは、リビです。今回は今まで出会った優秀なエンジニアたちの特徴というテーマでやっていきたいと思います。私、機械設計者として7年間今まで仕事をしてきているんですけれども、学校を卒業して企業に入社したばかりの頃って、これからコツコツ頑張っていろんな知識とかスキルとかノウハウを吸収して優秀なエンジニアになるぞって意気込んでる方って一部いると思うんですよ。で、私も結構そっち派の人間だったんですけれども、そういう人たちに特に聞いてみたいんですけれども、そもそも何をもって優秀かっていうのはイメージついてますかっていう、そこですね。で、優秀といっても自分が思う優秀っていう、そのイメージで全然いいんですけれども、それ自体がふわっとした状態でなんか頑張るぞみたいな、なんかそういう雰囲気で働いてる方って結構いると思うんですよ。一応この動画ではですね、どういうイメージかっていうのを先に説明しておくと、社内で評価されてるっていう、そういうエンジニアなんですけれども、普通に評価されてる、なんかこいつ無難に仕事するやつだなっていう、そういうレベルの評価ではなくて、もう一言で言えば主人公ですね。もう存在感が半端ないとか、なんかもういるいないでその職場の空気が違うみたいな、たまたま出社して、あれなんか今日の職場静かだなって思ったら、あの優秀な人今日休みなんやってもうすぐ分かるぐらいの、それぐらいの存在感を放っている人ですね。で、私これまで請負のプロジェクトをいっぱいやってきているんですけれども、請負ってエンジニアがお客さんと話をしたりとか、そういう場面ってすごい多いんですよ。そんな中で優秀なエンジニアってどんな感じかっていうと、どこどこ事件さんっていう感じで覚えられるんじゃなくて、どこどこ事件の何々さんっていう感じでもう完全に名前まで覚えられてるんですね。あとはプロジェクトをやっている中でもうなんかあっちこっちでトラブルが起こってもうやばいなっていう状況の中で、こういう主人公みたいなエンジニアの人がポッて入ってくると、なんかもうメンバーの士気がもう一気に上がるみたいな、もうそれぐらいのインパクトのある、もうそんな感じの人ですね。野球で言えば大谷翔平みたいな、その人がいることによってこれ勝つかどうかっていうレベルじゃなくて、もうこれ勝ったなみたいな、もうそれぐらいの感じの人ですね。で、私はですね、残念ながらその主人公ポジションっていうのを一度も取ったことがないんですけれども、ただ7年間仕事をしている中で、もう主人公の人ってもう全然違うなって、そういう風に思った場面ってもう何度もあったんですね。で、私はそういうイメージがあるので、今は主人公ポジションでなかったとしても、自分もこういうような人になりたいとか、こういうスキルをどんどん身につけていきたいって、そういう明確なゴールが見えた状態で仕事ができているので、すごいモチベーションを維持しながら仕事できたりっていうこともあるんですね。ということで今回はですね、私が今まで出会ってきた優秀なエンジニアっていうのはどんな人だったかっていうのを紹介して、皆さんと共有していきたいと思います。で、視聴者の方の中に、いや、うちの職場そういう人いないなっていう人でもですね、優秀なエンジニアってこういう人ですよっていうのをイメージするのに役立てていただければと思っております。では今から紹介していくんですけれども、紹介をする上で優秀さっていうのをどう表現したらいいかなっていうのを最初悩んでたんですけれども、そこで思いついたのが、私ジョジョ好きなんですよ。で、ジョジョ知らない方のために一応解説をしておくと、人間とその人間に取り付いた幽霊みたいなそういうモンスターがいて、でそのモンスターのことをスタンドっていうんですけれども、そのスタンドを使って問題解決をしたりとか敵をやっつけたりとか、そういうことをしていく漫画なんですね。で、戦闘シーンもすごい多いんですけれども、そのスタンドごとにその能力パラメーターっていうのがあるんですよ。例えば破壊力とかスピードとか、なんかいろんなパラメーターがあって、それぞれについてA だの B だのってそういう風にパラメーター振りが紹介されてるんですね。で、この優秀さっていうのもこんなノリで紹介できないかなっていう風に思っていて、先日私がアップロードした動画でですね、会社で評価されやすい機械設計者の特徴というそういう動画を出したんですけれども、そこでは5つのパラメータについて紹介しているんですね。それが課題発見力、理論の力、現場力、コミュ力、ギブ力、この5つですね。で、社内で評価されるためにはこの5つのパラメータが全て9大点である必要があるっていうふうに紹介したんですけれども、今回もですねこの5つのパラメータを使って優秀なエンジニアってどういうエンジニアなのかっていうのを表現していきたいと思っています。で、主人公ポジションも取れてないような私がですね、優秀なエンジニアのパラメータ紹介とか評価をしていくっていうのはもう大変おこがましいんですけれども、優秀なエンジニアっていうのがどれぐらいすごい人なのかっていうのを皆さんに分かっていただくためにご承知おきくださればと思っています。で、最初に結論なんですけれども、
優秀なエンジニアっていうのは先ほど紹介した5つのパラメーターのうち、最低でも2つ、できれば3つがトップレベルに高いっていう、そういう人たちのことを言いますね。でトップレベルってどんな感じかっていうと、自分が今まで出会ったエンジニアの人たち思い浮かべた時に、このパラメーターで言えばこの人は多分上位 10% に入るなっていう、それがトップレベルですね。でそのトップレベルの要素を最低2つ、できれば3つ以上持っているのが優秀なエンジニアの特徴だと私は思っています。でもっと分かりやすく説明をするために、今から私のエピソードを交えて説明していきたいと思うんですけれども、今回はですね、何人かいるその優秀なエンジニアのうち3名に絞り込んで説明をしていきたいと思います。でこの紹介する3名の方っていうのはですね、今回は実名を伏せて私が勝手に考えたあだ名でちょっと呼ばさせていただこうかと思っています。ではまずですね、私が出会った優秀なエンジニアの1人目なんですけれども、名前がですね、親父。でこれ親父って私の実の父親では全然ないんですけれども、なんで親父かっていうと、私の実の父親と同い年のそういうエンジニアだからですね。でこの人はですね、大企業時代にお世話になったその設計会社の人ですね。その正社員の方ではなくて協力会社の方なんですね。でこの方はですね、もともと中小企業の機械屋として仕事をしていたんですけれども、その後独立をしてですね、CAD オペレーターのようなそういう仕事をずっとしていたんですね。でそんな CAD オペレーターの方なんですけれども、私が大企業に入社した時にその課長とか部長だった人たちが若手だった頃からずっとお世話になってるっていう、そういう CAD オペレーターの方だったんですね。でその親父はですね、どんな能力パラメータをしてたかっていうと、現場力とギブ力が、これがもうトップレベルだったんですね。で CAD オペレーターなのに現場力が高いってどういうことって思うと思うんですけれども、その親父はですね、設計会社なんですけれども一人社長なんですね。で図面を描く仕事ってそのパソコン1台あれば一応仕事にはなるんですけれども、その人はですね、その事務所の中にその CAD で図面を描くようなそういう部屋とは別に、その原理試作とかをするようなそういう部屋を設けてるんですね。で自分の描いたその図面っていうのが本当に原理として成り立ってるかどうかっていうのをもうそこで確かめると、その上で図面を描いてるっていう、そういう人なんですよ。でさらになんですけれども、その図面を描いて出図っていう風になったら、次はその部品を製作する工程に入ると思うんですね。で部品を製作したらそれをお客さんのその現場で据え付け工事をするっていう、そういう流れに基本的になるんですけれども、その据え付け工事の時に工事施工者としてその親父が行くんですね。なので自分で設計したものを自分で組み立てに行くっていう、そういうすごいエンジニアだったんですね。で私とかその私の上司みたいなですね、その大企業の設計職っていうのは、一応現場には行くんですけれども、自分で作業するってことはほとんどないんですよ。どちらかというと現場でお客さんとコミュニケーション取ったりとか、あとは施工してる様子とかを見て、もうちょっとこういう風に調整してほしいとか、細かい指示を出すとか、そういうことは基本的にするんですけれども、自分自らがネジを締めてとかそういうことはまずしないんですね。なんで上司についてってその現場のその分からないところとかそういうのを聞いても上司もそこまでよく知らないんですよ。で一方で親父はですね、自分で設計もするし施工もするっていう、そういう人なんで、ここってなんでこうしてんのとか、なんでその道具を使ってそういう風に調整してんのっていう、そこはですね、親父から教わった部分っていうのがもうすごい多いんですね。そもそもその親父が設計をしているわけですから、その実物を見ながらこれはこういう設計思想でこういう風なのを想定してこうなってる、だからほらこうなってるでしょっていうのをすごい教えてもらったんですよ。めちゃくちゃ勉強になりましたね。で現場なんですけれども、その大企業がやっているようなその何年単位とかのプロジェクトとかになるとあんまり現場って行く機会ないんですけれども、現場ってどんな感じかっていうと、もちろん現場って工事現場なので、その怪我がないようにとかその安全に注意するっていうのはめちゃくちゃ大事なのはもちろんなんですけれども、その上でですね、そのいかに段取りを良くしているかとか、あとはトラブった時にいかに危険を利かせて解決するかっていう、そこがめちゃくちゃ重要なんですね。
でこれ実際のエピソードなんですけれども、とあるプロジェクトでもう納品が終わって、もうお客さんから OK がもらったっていう、そういう装置があったんですけれども、後日ですね、ちょっと機械の様子がおかしいから見に来てほしいっていう、そういう連絡が入ったんですね。でこれについてですね、誰かが現場に行って、どういう状況かっていうのを確認した上で手直しをしに行かないといけないっていう、そういう話になったんですけれども、その時ですね、私当時入社 2,3 年目ぐらいだったんですけれども、一人で現場行ったことなかったんですよ。必ず上司が付き添って行ってたっていう、そういう感じだったんですけれども、上司がですね、お前そろそろ一人で現場行ってみたらっていう風に言ったんですよ。でそしたらですね、うちの課長とか部長とか、あとはお客さんの担当者とかでもですね、若いのが一人で来るのみたいな、なんかそういう空気になってたんですね。でどうしようかって上司が悩んだ挙句にですね、じゃあ親父についてってもらえばいいんじゃないっていう、そういう風になったんですね。でその親父の名前が出た途端に、部長も課長も、あとはお客さんの担当者もですね、もう親父の名前覚えてますから、じゃあいいですよって、もうあっさり OK が出たんですね。でその件以外もですね、私ちょこちょこ長めの現場出張とか行ってたりもしてたんですけれども、親父がいることも結構多くて、でそういった時にですね、その現地のホテルで親父と飯食ったりとか、大浴場で一緒に風呂入ってグダグダ喋ったりとか、なんかそういう風にしてなんか過ごしたりしてましたね。で私はその大企業も転職しちゃったんですけれども、その転職した後に私の友人が結婚式を挙げるみたいな、そういうことになって、でその結婚式の会場が親父の住んでるところとすごい近いところだったので、結婚式の帰りに親父に会いに行ったんですよ。で親父に会いに行ったらですね、親父がその事務所を案内してくれたんですね。でどんなところで働いてるんだろうっていう風に見たらですね、アパートだったんですけれども、その親父ってアパートの大家さんだったんですよ。でそのアパートのうちの2部屋分をですね、自分の事務所として使っている感じですね。で中のその壁はもうぶち抜いてあって、でお邪魔しますって入ったらですね、棚のところにその技術書とかカタログとかブワーって置いてありましたし、反対側見たらその原理試作のその装置とか、もう作りかけのやつとか実験した後のやつとかもいっぱい置いてありましたし、なんかもういかにも職人さんの職場みたいな、なんかそんな感じの雰囲気でしたね。でその親父って性格がすっごい優しい方で、物腰の柔らかい感じの人なんですけれども、いろんな実験装置を見せてくれたりとか、現物を見せてくれたりとか、普段使ってる仕事道具をいろいろ見せてくれたりとか、なんかそういう風に案内してくれて、すごい楽しかったですね。で今映ってる私のこの部屋もですね、3D プリンターが置いてあったりとか、カタログが置いてあったりとか、あとは参考書が置いてあったりとかで、この白い扉の奥もですね、グラインダーとか、あとは電動ドリルとか、あとは工具箱もいっぱいあったりするんですけれども、私の部屋のテイストがですね、こんな感じになっているっていうのはですね、その親父の事務所を案内してもらったその影響が大きいのかなっていうふうに私自身思っています。はい、続いて優秀なエンジニアの2人目なんですけれども、名前が兄さんで、この兄さんはですね、大企業時代にいた正社員の方なんですけれども、私は設計職だったんですけれども、その兄さんは解析の方で、そこの課長さんだったんですね。で身長は低めなんですけれども、色黒で、サッカーとか大好きみたいな、なんかそういう方ですごい若々しいので、兄さんと名付きました。でおそらくなんですけど、私の元同僚がこの動画を見ていたとしたらですね、兄さんって誰かってもう一瞬でわかると思います。でその兄さんなんですが、どんな能力パラメータをしていたかっていうとですね、コミュ力と理論の力とギブ力、この3つがトップレベルでしたね。で多分課長やってる方なんで、課題発見力も多分トップレベルに高いと思います。で私兄さんとは全然違う部署なのに、なんでそういう風に話す機会があったかっていうと、私が若手の頃ですね、トイレ休憩とかした後にですね、その大企業の社内にちょっと休憩スペースみたいな、そういうのがあったんですよ。でそこでちょっと水飲んだりとかしながら休憩取ってるとですね、兄さんがたまに近づいてきて声をかけてくれたりとか、そういうことがきっかけでちょこちょこ話をするようになった覚えがあります。で最初話しかけられた時はですね、色黒でめっちゃ陽キャっぽいおっちゃんが絡んできて何みたいな、そんな感じだったんですけど、その後同期から聞いたらですね、
あの人うちの課長やでって言われて、って驚いたっていう、そういう覚えがありますね。で、当時自分めちゃくちゃ設計者としてペーペーだったんですけど、それでもこう気さくに話しかけてくれたのは結構嬉しかったですね。で、そんな兄さんなんですけれども、たまたまお仕事を一緒にさせてもらう機会っていうのがあったんですよ。で、どんなプロジェクトかっていうと、私の部署とはこう全然違うその部署のプロジェクトだったんですけれども、もうプロジェクトが炎上しまくって、もう人手が足りなくてやばいみたいな、なんかそういう話があって、でたまたま私そのいた部署で仕事がなかったものなんで、私いいですよっていう風にして、設計応援という形でしばらく入ってたんですね。でこういざ設計応援として入るとですね、もう想像を超えるぐらいのやっぱ炎上具合で、やばいなこれっていう、そんな状態でしたね。でどれぐらいやばいかっていうと、設計応援私2年ほどやっていたんですけれども、その2年間やっていて、その平穏だなみたいな、なんかこう一通り落ち着いてきたなってなった瞬間が一度もなかったですね。で常に何かしらのトラブルがやっぱりあって、でこう設計応援としてこう一生懸命こう設計トラブルとかを解決するんですけれども、こう例えば1週間かけてその設計トラブルを1個解決するとするじゃないですか。そしたら次の週になったら3個ぐらい増えてるんですよ。みたいな、そんな感じで、なんかやってもやってもなぜか増えていくみたいな、なんか意味のよくわからない現象がずっと2年間起こってましたね。でそのプロジェクトももちろん請負のプロジェクトだったんですけれども、その請負のプロジェクトって、例えば何かトラブルが起こって、こういうふうに対策をしようっていうふうになっても、それに対してお客さんから承認を取らないといけないんですよ。なんですけれども、そのお客さんもですね、もうがっつりめのエンジニアの方だったんで、もう見る目がめちゃくちゃ厳しいんですよ。でめちゃくちゃ厳しい上にトラブルを起こしてしまっているわけですから、なおさら承認が通らないっていうか、それ本当にうまくいくんですかとか、エビデンスはどうなってるんですかとか、うまくいかなかったらどうするつもりなんですかとか、もうそういう詰めがえげつない感じだったんですね。基本的にその承認を取るための会議にはですね、プロマネが出席していたんですけれども、たまたま私参加する機会が1回だけあったんですけれども、こうどんな感じなのかなってこう黙ってこう聞いてるとですね、もうお客さんがですね、ほんの1ミリでも納得しないことがあったら、もうそれに対してもとことんこう詰めるというか、エビデンスを要求してくるというか、もうそんな感じで、なんかもう会議室に30人ぐらいいたのに、すっごいシーンとしたっていう、なんかそんな空気が流れてましたね。でプロマネももちろんなんですけれども、営業の方もそのお客さんを止められないというか、なんならその戦場から営業が逃げてるみたいな、なんかそういう感じにもなってたりしてたんですけど、もう全然収集がつかないので、もうしまいにはもう役員とかも出動する事態にまでなったんですよ。役員がそのお客さんの打ち合わせに出席したことでですね、契約の話とかお金の話とかスケジュールの話っていうのはこうなんとか収束する方向にってこう半ば強引に持っていくことはできたんですけれども、そんな役員たちですらもう一個だけもうどうにもならんことがあって、それが設計図書だったんですね。この設計図書についてはもう役員たちの力ではもうどうにもできないという、そんな感じだったんですね。でそんな時にその役員たちから直接ご指名が入ったのが兄さんだったんですよ。で兄さんももともと全然違うプロジェクトをやっていたんですけれども、突然役員たちからご指名が入って、その問題を解決するっていう、そういう事態になったんですね。でそのプロマネとか役員たちがこう説明しているそのトラブルの案件っていうのは、私も一部こう手を動かしながら一生懸命やってたりした部分があったので、事情はよく知ってたんですよ。でその役員たちから兄さんに指名が入った後にですね、その詳しい事情っていうのを説明しないといけないっていうことで、私とその上司と先輩と、3人ぐらいだったと思うんですけれども、兄さんのところに行って、ちょっと詳しい事情っていうのを説明させていただきたいんですけれども、ちょっと打ち合わせさせていただけませんかっていうふうに会いに行ったらですね、どうぞどうぞ座ってみたいな感じですごいこう明るく受け入れてくれたんですね。で役員たちから直接ご指名があって、お前が解決しろって言われるなんてもうえげつないプレッシャーのはずなんですけど、なんか兄さんはですね、こう嫌な顔一つせずに、なんかもうすごいこう話しやすいムードっていうのを作ってくれて、でしかも話を飲み込むのがめ
ちゃくちゃ早いんですよ。で解析の部署なんでこういろんなそのなんとか協会のなんとかデータベースみたいななんかそういう資料をめちゃくちゃいっぱい持っててですね、でその上で解析手法にももちろん詳しいんですよ。で理論的な部分について幅広く知っているっていうだけじゃなくて、こうその企画っていうのはどういう製品作りっていうのを前提として作られた企画なのかとか、でその企画は今回のケースだと妥当なのか妥当じゃないのかとか、そういうバックヤードのところまでめちゃくちゃよく知ってるんですね。私自身はですね、そのさっき言った5つのパラメーターでこう自分を評価したらって考えると、理論が若干得意かなっていうふうには自覚してたんですけれども、この兄さんの本気具合を見て、あ、これはすごいわってもうなんか頭が上がらなかったですね。でなんやかんやでこういろいろ説明が終わって、こういう方針でいこうかみたいな若干こう方針が固まって、じゃあ最後ありがとうございましたっていう時に一連の資料をこっちで作ってみるよってこう資料作成とかも引き受けてくださって、後日しっかり内容の詰まったその見解書っていうのを出してもらいましたね。で兄さんの件はそれで一件落着かと思いきやですね、実はその後役員からですね、兄さんが直接お客さんに説明をしろと、その打ち合わせのところもご指名が入ったんですね。で私はその打ち合わせには参加してなくて、後日議事録を見ただけだったんですけれども、兄さんがですね、技術面の提案とか、あとはお客さんからこんなんどうなの、こうしたらどうなのって言われた時に、それに対してこうじゃあこうしましょうっていう感じで交渉したりとかですね、そういうことが行われていたようで、それでやっとですね、そのトラブル対応っていうのが前進したって感じでしたね。でこの議事録がメンバーに一斉送信された時ですね、暗闇の荒野に進むべき道が切り開かれたんだなっていう風にみんな思ったに違いないですね。続いて優秀なエンジニアの3人目なんですけれども、名前がですね、兄貴で、兄貴ってどういう人かっていうと、私が前職のベンチャーで働いていた時の課長なんですよ。課長って言っても30代半ばぐらいで、私と年近いぐらいだったんで、兄貴っていう風に呼んでるんですけれども、で私ノートでその内政録っていうシリーズでですね、この YouTube とかブログでの発信以上にこう生々しくリアルに語ったその体験談を語った記事っていうのを書いているんですけれども、そこでも登場するのが兄貴ですね。で兄貴ってどんな感じの能力パラメータしてたかっていうと、現場力とコミュ力とギブ力、この3つがトップクラスでしたね。で私なんかのその機械設計者っていうのは、その機械を考えたりとかそれを作ったりとか、そういう側の人間ですけれども、機械ってその作ったら終わりじゃなくて、それを必ず使う人っていうのがいるはずなんですね。で兄貴はですね、その使う側の方々のその目線というかユーザー目線の感性がめちゃくちゃ鋭いんですよ。例えばユーザーが使う上でこうどういう構造になってればこう使い心地がいいなと感じるかとか、あとはそのネジ一つについてもですね、そのネジは一体誰が触るネジかっていうのを考えた上でこうネジの種類の使い分けとかをしてたりですとか、あとはメンテナンスって基本的にお客さんにしてもらうことになるんですけれども、じゃあどういう構造になってたらメンテナンスってしやすいのかなっていう、そこもすごい感性が鋭かったですね。私が普段設計しているようなその FA 関係の機械っていうのはですね、安全カバーとかが一般的にはあって、でメンテナンスをするときにはその安全カバーを取ってメンテナンスしてねって、で機械が動いてるときは安全カバーを閉じて、危なくないようにしましょうみたいな、そういう構造すごい頻繁に使われるんですけれども、もう塩ビの板っていうのをもうペッペペッペ表面に貼ってるだけみたいな、そういうのが多いんですよ。で一方で兄貴が安全カバーを設計するとどうなるかっていうとですね、ボルトの頭ってこう表面に出ているとですね、こう何かこうガンってぶつかった時とかに結構痛かったりとかするので、なるべくその頭が丸い形をしたボルトを使ったりとか、そもそもボルトが表面に出てこないようにこううまく隠すみたいな、そういうカバーの設計をしてたりしてますね。あとはメンテナンスをするのってどういう人がやるかってこう考えた時に、この機械の扱いについて慣れてる人だったらまだいいんですけれども、例えばパートのおばちゃんとか、そういう人たちが扱いやすいネジって言ったら
その六角穴付きとか、あとはスパナでこうガリガリ締めていくっていう、そういうネジじゃなくて、十字穴のドライバーでこう開けたり閉めたりするような、そういうネジの方が扱いやすかったりとか、トルクをかけすぎてもうネジがガチガチになっちゃいましたみたいな、そういうこともなかったりするので、そういうのを採用したりとか、逆にこう設計者側の立場からして、いやここはもう素人には絶対に触ってほしくないみたいな、もうむやみに触ったらもう機械が成立しなくなるような、そういうネジっていうところはちょっと特殊なネジとかいたずら防止ネジを使ってとか、そういう細かいところに気を使ったりとかですね。でそういう構造になっていると、ユーザー目線からはどういう風に映るかっていうと、どこをいじったらいいんだってこうトリセツとか図面をこうチェックしてみたいな、そういうことはいらなくて、なんとなく感性で、多分ここのネジ外したら大丈夫なんだろうなとか、ここ外してここ掃除したらいいんだろうなっていうのがもう感覚でわかるんですね。でこういう設計ってプロダクトデザインとかやってると割とあるんですけれども、産業機械の分野でそういった細かいところまで気にするみたいな、そういう設計者っていうのは私は兄貴以外見たことないですね。でそういう細かいところを気にしながら設計をしているので、例えば自分とかがこう図面とかモデルを作ってこう兄貴に DR お願いしますって見せるとですね、やっぱ見るところめちゃくちゃ細かいんですよ。ちょっとでもユーザーの方が気持ちよく使えるようにっていうところでここをもっとこうした方がいいとかって、そういうコメントはもちろんありますし、あとは実際組み立てた時に多分ここの部分ちょっと下手したらトラブルになりかねないからっていうので、仮にそこがトラブっても収束できるようにあらかじめこういう構造にしとこうとか、そういうところですね。そこが本当に細かかったです。で請負のプロジェクトってDQC って言われていて、納期が最優先っていう、そういうことが多いので、こうとにかく早く発注して早く組み立ててみたいな、なんかそういうのが多くてですね。で実際にこう組み立てたり動かしてみたら、ここがトラブってるやんっていう風になって、こう後手後手で対応する羽目になっちゃったりとか、そういうことが多いんですけれども、で設計の参考書とか、あとは社内研修とかでもですね、そもそも現場でトラブルがないようにもう頭使って考えるのが設計の仕事だみたいな、なんかそういう風に書かれているんですけれども、それを本当に実践でできている人っていうのはなかなかいないんじゃないかなっていう風に思います。で兄貴一応課長ではあるんですけれども、ベンチャー企業でそのマンパワーがないので、その兄貴自身が設計することっていうのも多々あったんですね。で自分兄貴と席が近いので、こうどんな感じで仕事してるのかなっていう風にこうチラチラ見てたりしてたんですけど、設計っていうとよくこうモデルをこう回しながらとかって考えることが多いと思うんですけど、兄貴はですね、そのモデルで仕事するというよりはスケッチブックで仕事してるんですね。スケッチブックでこうここはこうしよう、ここはこうしよう、ここはどうしようかなって全部こう検討して、それが全部整ってからよし CAD に落とし込もうって、そういうやり方でやっていたんですね。で何回かそのスケッチブックを見させてもらったことがあったんですけど、その兄貴ってそもそもスケッチがうまいんですよ。なんかこう枠にはめてこう壁に飾っときたいなみたいな、なんかそれぐらいのスケッチのクオリティで描くんですね。でそのスケッチがうまいっていうのがこう丸が綺麗に描けてるとか、線が綺麗に一本一本綺麗に引かれてるとか、そういうのはもちろんあるんですけれども、組み立ての時はこういう風な手順でやっていくとか、あとはここもしかしたら調整が必要になるかもしれないから、こう厚みの違うワッシャーみたいなのを何種類か買って用意しておくとか、なんかそういう細かいところまで全部書き込まれていましたね。なんで事前にどれだけ物事を深く考えてるかっていうのがもう本当によく表れてるっていう、そういうポンチューでしたね。でそれに加えてですね、現場でのトラブル解決力もすごいんですよ。で一応ですね、こう兄貴が設計したものをこう組み立てたりとか、あとは実際にこう装置を動かした時にやっぱここちょっとこうした方が良かったかなっていう、そういうところはあるにはあったんですけれども、不具合と言えるようななんかそういうことがあったかっていうとほぼ記憶ないですね。どの装置もちょっと直したら終わりとか、なんかそういうレベルが多かったと思います。でそれに加えてですね、例えばその兄貴じゃない他の人が設計している内容についてとか、あとは兄貴が全然担当してないそのプロジェクトとか、そういうのについてもなんかこうトラブってるなっていうのを察するとですね、積極的にこう首を突っ込んでですね、こう調子どうですってこう声をかけに行ったりとか、ここ多分こうした方がいいですよっていう風にアドバイスをしたりとか、あとはちょっと難しそうな内容だなっていう風に思ったら一旦僕の方で考えてみますよってこう仕事を引き受けたりとか、
そういうことまでやってましたね。で自分もですね、兄貴と席が近かったわけなんですけど、ちょっととかってこう浮かない顔をしてるとですね、兄貴車出勤だったんですけど、帰り際にですね、よかったら乗ってくっていう風にこう誘ってくれて、でその家まで送ってもらってる間にですね、こう最近どうとか、なんか困ってることあるとか、そういう風にすごい話を聞いてくれたりしましたね。でベンチャー企業での仕事ってなかなかこう仕事をしてる人じゃないと想像つかないかと思うんですけれども、大企業だと、40代半ばぐらいの方々、管理職の方々がやっているような仕事っていうのを30代ぐらいの人が普通にやっていて、でその上で普段の設計業務もやってるみたいな、そんな世界なんですね。なんで大企業での仕事と比べるとやっぱプレッシャーのかかり方っていうのは全然違いましたし、あとは理不尽な要求とかがあってもですね、大企業みたいにこう盾になってくれる人っていうのはいなくて、こう自分で受けたりとか、なんとかこう打ち返したりとか、そういう風なのをしないといけなかったりもするんですよね。でその上で兄貴課長なんで、プレッシャーももちろんかかってる部分いっぱい見たんですけれども、こうなんかこうひょいっとかわすというか、こういなすっていうのがなんかすごいうまいんですね。なんかこうワンピースでいうと見聞色の覇気使ってんじゃねえかっていうぐらい、なんかもうひょいひょいってかわすみたいな、なんかそれがうまいんですよね。今は私はその兄貴は全然違う会社で働いているんですけれども、それでも数ヶ月に一度ぐらいはですね、今でもランチ食いに行ったりとか、そういうことをしたりして交流は続けてますね。でまとめなんですけれども、今回はですね、私が今まで出会ったその優秀なエンジニアのうち、3名に絞ってエピソードを紹介させていただきましたと。で優秀なエンジニアって、どんな人かなってこう改めて振り返ってみると、共通点いくつかあって、で1つ目がですね、やっぱギブ力のある人っていうのが圧倒的に多いですね。こうなんか相談に乗ってくれるとか、あとはこうもともとは自分の仕事じゃないけどこうなんか一部手伝ってくれたりとか、そういう人が多い印象ですね。あとなんですけど、その他社とかお客さんからですね、よかったらうちで働いてみないかみたいな感じで引き抜きの話が来たっていう、そういう人が多いですね。兄さんについては引き抜きの話がどうかっていうのはわからないんですけれども、親父とか兄貴はですね、引き抜きの話が来たことっていうのがあるっていうふうに言ってましたね。で他の優秀なエンジニアの中にもやっぱり引き抜きの話が来たっていう、そういう人がいますね。で機械設計の仕事をしていく上ではですね、こんな感じでその優秀なエンジニアが自分の近くにいるっていうのは本当に恵まれた環境だと思います。機械設計って個人競技ではなくて、営業の世界みたいにこうノルマを達成してみたいな、そういう競争をするようなそういう世界ではないので、例えば自分の近くにその優秀なエンジニアがいた時にですね、その人をこう超えてやるんだっていう、そういう感じっていうよりは、その人からもうノウハウとか知識をいっぱい吸収していっぱい教えてもらおうっていう、そういう気持ちでやった方がうまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。で優秀なエンジニアってギブ力ある人も多いので、そういうのはウェルカムだったりすることも多いんですよ。あとはですね、普段私はリモートワークで仕事をしているんですけれども、リモートワークなんで身の回りにその優秀なエンジニアっていうのはいない環境なんですよ。なんですけれども、その過去にこういう優秀なエンジニアがいたなっていうそのイメージっていうのはもうずっと頭の中で残り続けていますね。なのでこう自分一人で設計しているようなそういう環境でもあの人みたいにちょっとでも近づけるといいなっていう、そういう意識を持って仕事ができているので、すごい良かったと思います。で優秀なエンジニアが身の回りにいるかどうかってこれ聞く人によってはおい他力本願かよって思うかもしれないんですけれども、誰からの影響も受けずにですね、もう自分の一人の力だけでこう一からぐんぐん成長していけるみたいな、そういう人はですね、天才か熱量とか努力の量がもうとんでもなくバグってるっていうごくごく一部の人ぐらいですね。でその他の人はどちらかというとこう凡人っていう方が多いと思うんですよ。で私自身も自分のことを凡人だっていうふうに思ってます。でそういう人はですね、やっぱりこう優秀っていうのはどういう人のことを言うのかとか、どういうイメージなのかっていうのをこう早い段階でこう明確にして、でそれを目指した状態でこう日々仕事をしていくのが成長への近道かなっていうふうに私は思います。優秀な人がなかなか周りにいないんだよなっていう、そういう人はですね、この私の動画を何度も見返してこう頭の中にイメージを焼き付けていただければと思っています。逆にですね、皆さんの職場にうちにはこういう優秀な人がいるんだよっていうのがもしあればですね、
ぜひコメントまで書き込んでいただければと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせになります。このものづくりのすすめチャンネルでは、主に機械設計に役立つ情報とか、あとは私が今まで経験したその貴重な体験っていうのを皆さんと共有していきたいと思っております。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録ボタンを押していただけたら嬉しいです。またですね、ものづくりのすすめというブログとか Twitter ですとか、あとはノートでも情報発信をしているので、よかったらチェックをしてみてください。あとは機械設計に関する悩み相談等も受け付けております。例えば職場の上司に相談しづらい内容とか、あとは単純にその CAD の使い方を教えてほしいとか、設計のやり方をちょっと教えてほしいとか、そういうことがありましたらですね、ここならから受け付けておりますので、ぜひチェックをしてみてください。それから副業で機械設計の仕事を受け付けております。構想設計ですとか、詳細設計ですとか、図面のばらしですとか、簡単なものから抽象度の高いものまで受け付けておりますので、興味のある方は概要欄のメールアドレスからご連絡いただければと思っております。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。